おはようございます。阿部義俊です。先日ガジェット系というか散財系の YouTuber のドリキンさんの動画を見ていたら、ちょっと鼻声ですいません。ドリキンさんの動画を見ていたら、シグマの FPL を購入したっていう話をしていて、まずはおめでとうございます。んで、その FPL というか、シグマのファンの自分としては、非常に嬉しいし、なんだろうな、シグマの世界へようこそって言いたいんだけど、正直もう自分自身がカメラから少し遠のいてしまっていて、その数日間でドリキンさんの方が細かく設定とかも詰めてきていて僕の方が教わることが多そうで、言うことが何もないんですけど、とりあえず、今これはシグマの FPL とこっち側に DJI のポケット3で撮っていて、これは予備なんで多分これ1個で撮ろうかなと思っていて、ドリキンさんがその動画の中で自分がちょっと FPL 購入おめでとうございますみたいなコメント入れたらプレミア配信だったんで、その返信をくれて、西田航さんって写真家の方みたいに割と無造作に多分無造作じゃなくてちゃんと追い込んだ結果なんでしょうけど、ワンカメで編集もなく喋りたいことバーッと喋って動画をあっという間に1本作っちゃうみたいなやり方をされていて、ドリキンさんも今それをやろうとしてるみたいで、そんな感じの撮り方を安倍さんもやってみてくださいよみたいなことを言われたんで、今ちょっとやってみてるんですけど、自分は滑らかに喋ることができないんで、普段の動画の中も今もって言っちゃったけど、音とか音とかが膨大に入っていて、それをコツコツと切らないとちょっと聞き苦しいので、そのあたりは練習しないとできないと思うんですけど、そうだな、ちょっとドリキンさんの動画を今全部見てるわけではないので、話を全部完全には追い切れていないんですけど、FP で USB のビデオクラスでパソコンにつないでいる時に、そうだな、なんて言ってたかな、ビデオクラスで Mac とかにつないで、そこの Mac 側でディスプレイに映している映像をそのまま表示することができて、そこでそのピントを確認することができる、みたいな話をされていて、でそこでこれは編集しないとダメだな、ただその時にそのまま、録画できればいいんだけど、それをやろうとするとフレームレートが15フレームぐらいになっちゃうとかいう話で、そうだったかなと思って、今自分は SSD に撮ってますけど、これは今 HDMI でちょっとこれをどうすればいいんだ、今こういう状態で撮影をしていて、HDMI でパソコンの、モニターに自分が今撮影している状態を丸々でっかく映して、ここでピントを合わせたり、ここに映しちゃうと僕の場合はカメラ見なきゃいけないのに、自分の、こっち側で顔を見ていろいろこっち確認しちゃうんで、いつもカメラ目線じゃなくなっちゃうんで、これちょっと良くないんで撮影中は切らなきゃとむしろ思ってるんですけど、こんな感じでピント、とかをいろいろ確認しながら撮ること自体はできていて、ただこれは HDMI の接続なんですよね。で HDMI で接続してパソコンのモニターに出すことができて、 USB でビデオクラスで接続して、Mac のPC でもいいですけどモニターに出すこともできて、その場合はだからMacOS のMac であれば、そのウィンドウにクイックタイムとかあるいは OBS みたいなもので動画を出すことはできて、そこでピントの確認みたいなことはできると思うんですけど、で多分そのまま録画することもできると思うんですよ。昨日ちょっと試したんだけど、普通にこれは 4K の30フレーム 29.97 フレームで撮っていて、そのまま録画できたんで、長時間だとあったりするのかな、できるとは思います。でしばらく、ここ何ヶ月か、結構1年ぐらいか、動画の撮影はパナソニックのS5 でやっていて、 FP はやはり、オートフォーカスに写真はいいんだけど、動画の場合は思ったところになかなか合ってくれなくて、今これもだから、マニュアルで撮ってますけど、細々と要するに撮影するたびに、完全に置きっぱなしにしとけば電源入れるだけで撮れるっちゃ撮れるんですけど、毎回撮影のたびにピントを調整するのが面倒くさかったりで、 S5 のオートフォーカスが楽だったのと、 FP 自体はどこにでも持ち歩きたいんで、ここに固定しておくと使わなくなっちゃうんで、要するに撮影には使うんだけど写真撮りに行かなくなっちゃうんで、コロナで外出しづらかった時期と、ここにカメラを固定する習慣がついちゃったのが重なって、1、2年前にそのカメラを全く持ち歩かなくなってしまって、どこに行くにも常にカメラを持っていたんだけど、その持ち歩く習慣が途切れてしまって、今自分はそのシグマ FP とかシグマの製品を扱った同人誌の漫画を描いていたりもするんで、そこでネタが途切れてしまったりして、持ち歩かなくなっちゃったってこと自体も漫画の中でネタにして、したりはしていたんですけど、そんな感じで、その熱が冷めたわけではないけど、ちょっと距離ができてしまったなっていう感じがあったんですけど、今ちょうどドリキンさんがその FPL を買ったっていう
ので今こうして撮影をやってみて、なんていうかな、だから、今まではだから S5 あそこにもう置きっぱなしになっていて、電源入れたらオートフォーカスも何も考えずに録画ができる状態になっていて、なんかそんな感じで、カメラはただもう撮る時に電源を入れること以外全く触らなくなってしまっていて、今ここでちょっとカメラFP いじってセッティングをやったりするだけでまあやっぱ楽しいわけですよね。今ちょっと火がついたというか、なんかカメラに対する興味がちょっと戻って、きそうな予感がしていて、なんでドリキンさんにありがとうございますということですね。で、そうだな、あとはだから撮れるかどうかを試すために今つけてみたんで全然話すこと考えてなかったんですけど、試そうと思ってたのは HDMI でこうやってパソコンのモニターに出力するモードと、USB でビデオクラスでいわゆるOS のウィンドウの中に映像を出すモードと、なんかね映像を2つ同時に出すことはできないみたいで、 OBS を例えば起動して、今これそうか SSD に取っちゃってるから一回切らないとダメだな。ちょっと一回切って、今そこに Sigma-FP があって、でパソコンのモニターに HDMI で映像を出力していて、で USB のビデオクラスで USB もつないで、パソコンの方にMac の方に、OBS でつないで OBS で録画してます。この状態だと USB のビデオクラスでパソコンにつないじゃうと、こいつの録画ボタンはなんか押せなくなっていて、押しても録画が開始しなくなっていて、今こっちで HDMI の出力と USB のビデオクラスの出力は同時にできました。なんかこれができない、昨日やったらできなかったんですよね。なんか今日でなんかできた。なんでだろう、全然ちょっとよくわかんないですけど、なんかできました。ただやっぱ録画はできないですね。ということで、こういうふうにつないでおくと、今OBS の画面ちょっとちっちゃいけど、ピントの確認ぐらいはこれでやりつつ、パソコンに今録画していて、MOV のファイルフォーマットで H264 で撮ってるんで、画質が綺麗かどうかちょっと分かんないですけど、そんな感じで録画することはできていて、これが FPL 自体が、4K の30フレームまでなんで、60フレームが確か撮れないので、こっちも今30フレームで撮ってますけど、これが別に綺麗であればあれですね、パソコンの側に直接録画したファイルが生成されて楽かもしれないですね。その出来上がったファイルをそのまま編集してもいいし、そのままそれこそ西田渉さんスタイルで編集なしでバッと撮れるんであれば、そのままアップロードすることもできたりして、多分 OBS に経由しちゃう段階で何かしか劣化する気はしますけどね。そんな感じで撮ることはできてますよと。で今これ FPL の画面ですけど、モードが、ティール&オレンジで、ドリキンさんが言ってたみたいに EV をプラス 0.7 してティール&オレンジをマイナス1してます。でシャープネスをマイナス 1.0 にしました。なんかこのおっさん感がなんだろうな、シャープネスを弱めることで少しでも落ち着くといいなと思って。なので、本来であればもうちょっとパキッとシャープに映る、カメラではあります。レンズはちなみになんだっけこれ、純正じゃないんですよ。TT アルティザンズっていうメーカーのやつでなんだっけ21mm の F1.5 だったかな。そうね。そう 21mm の F1.5 にしていてレンズを使っていて、24mm の F3.5 のシグマのレンズを使おうと思ってたんだけど、背景のボケ量が足りなくて、僕の壁までの距離が狭くて散らかってるのがあまりにも見苦しいんで、今もだいぶ見苦しいですけど、そんな感じでやっておりますよと。で撮ってみて思ったんだけど、もし自分がだから編集なしで聞き苦しくない程度に喋る力があるんであれば、それこそ無造作にポンとこうやって置いて、なんか1年前はオートフォーカスが効かないでガチャガチャやるのがめんどくさかったんですけど、今これで、やるのそんなに手間じゃなかったんで、こんな感じで、カメラ固定しといて毎朝何か一言喋るみたいなのはいいのかもしれないですね。喋る題材があればですけどね。今自分がもうここも完全に雑談にしちゃうけど、興味がバラバラというか、だから絵の話がやっぱり自分は絵描きなので一番なんていうかな、その専門家として話ができるジャンルで、そこが一番多分需要があると思うんですけど、同時にガジェットが好きだったりカメラが好きだったりで、最近で言うとその手帳やら万年筆やらが好きになったりで、最近さらにコーヒー入れるのが好きになったりして、雑多で、これも何度も話してるけど YouTube で雑多なジャンルについて話をすると本当に
再生数がその半分半分って感じで落とされていっちゃうんで、ドリキンさんがこの日々のそのいろんなことをVlog 的に収めているので安定して再生されてるのはすげえなと思うんですけど、あれはもう完全にだからそのドリキンさんを見たいっていう、そのドリキンさんが日々考えてることを見たいっていう、人が一定数いるからで、そんな風にできたらまあいいのかもしれないですけど、自分は今のところそういうその雑多なことが喋れるチャンネルを目指していたんだけど、それをやるたびに本当にその再生数が半分3分の1っていう感じで落ちていって、その戻んなくなっちゃうのが精神的にきつかったんで、チャンネルをいくつか分けて、今だからチャンネルを今3つに分割することになりそうで、メインの今まで通りのガジェットやらの話をするチャンネルと、絵の話をするチャンネルと、あとこういう雑談をするで、ついでにここの中でその子供らのゲームの話とか、完全に再生数がどうのとかチャンネルを成長させるとかあんまり考えない、自分の好きなことができる場所で、あと子供らがなんかやりたがってるんでゲームの配信をやったりとか、それこそコーヒーの話をしたりとか、そんなチャンネルとして分けていくのがいいのかなと思っております。こんな感じで、でも毎朝、5分10分パッと喋って動画1本作れるみたいなことができるようになるといいですね。でついでにあとかとかいう癖がなくなるといいですね。ってなことでした。で、そう改めてちょっと今このカメラのセッティング、やっぱカメラがだから結局好きなんですよね。ちょっとセッティングをやるのにいじってるだけでも楽しくなってくるというか、まあそんなわけでちょっと1本試しに撮ってみました。ありがとうございました。ではでは。ちょっと追加で撮ってるんですけど、今、シグマの FPL で、レンズはシグマの 24mm の F3.5 にしました。画角がさっきの 21mm の、TT アルチザンっていうやつとあまり変わってないのはカメラの位置をちょっと奥へ動かしたからです。だからちょっとこの辺りとかが映ったりして画角ちょっと違ってますけど。で、あの後いろいろちょこっと検証して分かったことがあって、FPL の接続が今だから HDMI と USB と両方つないでいて、HDMI の出力がパソコンのモニターに、で、USB から出てる、USB ビデオクラスの映像はここに、これが OBS で、こっちはクイックタイムで、今両方撮ってみて、ちょっと試してるんですけど、っていう形で、HDMI と USB は両方出力することは、できます。できるときとできないときがあって何かなと思ったら、ちょっとめんどくさいんだけど、電源を入れるときには HDMI だけをつないでいて、その後で、USB を後からつなげばつながります。で、それも条件があって、これちょっとケーブルとか相性とかの問題なのかもしれないですけど、大丈夫かな？今マイクを入れ忘れてたの気がついて、撮影しながらマイクをオンにしたときにどうなるんだろう。とりあえずシグマの FPL に HDMI だけをつないで電源を入れて、その後で USB ケーブルをつなぐと両方に出力されます。でその時にもこいつの本体の設定を、USB をつないだ時どういう反応をすればいいのかっていうのをあらかじめ決めておくことができて、マスストレージ、USB ビデオクラス、カメラコントロール、充電のみか4種類から選べるんですけど、それをあともう5種類あって、もう一つ、USB 端子に何かが接続された時に選ぶっていうモードがあって、でこれを接続された時に選ぶのモードにしておくとうまくいかなかったんですよ。で初めから USB ビデオクラスに設定しておくとでめんどくさいんだけど、その設定にしておいて HDMI だけをつないで電源を入れて、その後で USB ケーブルを挿すと、両方につながりました。でそれ以外のやり方だとどっちかが消えちゃうことがありました。でそれがだからちょっとケーブルとかの相性の問題なのかちょっとよくわからないです。とりあえず自分の環境ではそれでできて、今ちょっと USB のケーブルをもう一本別なメーカーのやつを買って、検証してみようと思っていますと。あとは OBS で撮ったやつは音声がずれていて、なんだろうと思ったら、マイクの設定が間違ってました。それはただ単にマイクの設定が間違っただけなんで、 OBS だと音声がずれちゃうのかって思ったけど、多分そんなことはないと思います。こっち側にハイパー X ってメーカーのマイクがつながってて、パソコンの方につながっていて、そのパソコンにつながっているマイク
からの音声を入れたんで、カメラからの、映像とマイクからの音声が、若干ずれたってことですね。なので今はシグマ FPL からの音声のみにしてるんで、多分ずれてはいないと思います。でこうなってくると USB のだから接続がちょいめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、カメラ側は差しっぱなしにしておいてパソコン側の方を抜いておいて挿すんでも多分大丈夫だと思うんで、そうすることによって撮影をしようと思ったら USB をここに挿すみたいなのができればそんなにはめんどくさくはないかな。でパソコンの側に、保存はできると思います。ただそうか、もう一個問題があって、色味がちょっと違っていたかな。要するに、シグマ FP から素で出した映像とこっち側の OBS で撮影してパソコンの方に MOV っていうファイル形式で録画したやつでは色味がちょっと違いました。なのでそのあたりもあと画角も違っちゃってました。ちょっとクロップされるというか、なんか狭くなってますね。今こうして見てても HDMI で出しているやつよりも、ちょっと四隅の感じをちょっと覚えておいてほしいんだけど、こっちの画面で映っているものの方が一回り狭いですよね。だけどクイックタイムで撮ってるやつは、HDMI で出てるのと同じだ。じゃあ OBS の設定が何かおかしいんだな。なんか OBS のその設定をいじることでこのクロップされる問題は回避できるのかもしれないですね。そのあたりはよくわからないので、また今後の検証って感じかな。ってな感じでシグマの FPL でここに座って、またこれはだからその部屋を片付けなきゃいけないっていうまた問題もありますけど、なんかちょっと喋るみたいなことは、できなくはないかな。あとはそのマイクですね。ドリキンさんもその西田さんもそうだな、なんかマイクいろいろこだわっていたというか、なんかいろいろ試行錯誤していたみたいなんですけど、僕も今は、サブでDJI のポケット3があるんでDJI のマイクをつけてるんで、これでもいいんですけど、そうだな、こういうのもなしで、その例えばシグマの FPL のところにマイクちょこっとつけて、それで十分音声がきれいに取れるとかの状態にしておくと、なんか撮ろうと思った時にこれをもそもそと出してセッティングするのとしないのとでは気持ち的に楽さが一段違うんで、そのあたりもその最小限度の、これも今多分この襟とかで音がこもったりしそうだな。ちょっと気をつけないとな。できるんじゃないかなと思います。もう逆に言うとだから画質こだわらなければ DJI のポケット3をその辺にポンと置いて撮る方が楽だったりするかもしれないですけどね。ただ FPL で、撮った方が綺麗だし、毎回の動画の画角が常に一緒っていうのは見る側にとってもなんていうかな、その見ることが習慣づきやすいしいいかもしれないですよね。で DJI のポケット3だと置き場が毎回ちょこちょこっと変わっちゃいそうな気もするんで、カメラをここに固定してやるっていうのはいいのかなと思いました。ってのことです。要するに撮るのが楽しくなってきたんで、今なんかまた撮っちゃったんですけど、いいですね、いいもんですね、ということでした。はい、ありがとうございました。ではでは。